今回は日本借金大国対外純資産保有額世界一をまとめました。おはようございます。こんにちは、こんばんは。正解は日本は借金大国でもあるが対外純資産保有額世界一でもあります。では相反するような内容の説明を1に、2ではその多面的評価を、3では日本の今後を説明します。最後までよろしくお願いします。1内容、1対外純資産保有額世界一。まずビジュアルで状況を把握しましょう。対外純資産額推移の表を示します。日本はずっと世界1位をキープしています。一方、米国はなんと大きなマイナスを示しています。表はちょっと数字の羅列なので、次にグラフを示します。日本は1対外純資産保有額の1位をキープしていますが、ちょっと怪しくなってきているようです。詳しくは2の評価で示します。単語の説明と世界一の理由を示します。対外純資産保有額とは、対外資産残高から対外負債残高を差し引いたものです。対外資産残高とは、ある国の企業や個人、政府が海外に持つ資産の合計です。対外負債残高とは、ある国の企業や個人、政府が海外に持つ負債の合計です。よって、日本が対外純資産世界一ということは、日本の経済力と国際的な経済的地位が高いことを示します。理由は、日本の企業は海外への直接投資を積極的に行っている。日本の個人は海外の金融資産を多く保有している。日本の政府は海外に大量の外貨準備を保有している。日本は1990年以降、対外純資産保有額世界一をキープしている。2政府系借金世界一借金大国日本。政府系の公的借金とは、政府が借り入れした国債や借入金に加え、地方自治体や社会保障基金などの公的機関が借り入れした債務の総額を示します。日本の政府系の借金は 21.7 兆ドルで、対 GDP 比で 263% とダントツ1位です。2位のイタリアは対 GDP 比 158% です。4位の米国は対 GDP 比は 105% です。米国の借金金額は30兆ドル。借金だけを考えれば、日本は普通の国なら破綻していてもおかしくない借金額です。2多面的評価。上記1の内容では1側面から説明をしています。ここで2つの項目を他の情報を含めて多面的評価すると、いろいろなことが分かってきます。1米国、1の1で示したように、米国は対外純資産額はダントツでマイナス側の1位です。この理由は、米国の貿易赤字の拡大、米国の政府の財政赤字の拡大、海外の国が米国国債の購入、海外の投資家が米政府借金の国債を購入や印米ドルが海外へ、米国企業の海外への直接投資の増加や印米ドルが海外へ。通常ならこれだけ負債が増えれば信用が落ち、米国国債は売却されドル安になるはずだが、国際基軸通貨である米ドル、米国への信頼があるのでそうはなっていない。2日本1の2で示したように、政府系借金世界一の日本は、借金の多さから言えば経済の先行きは真っ暗のはずです。では、なぜそうでもないのかは、日本の借金が国際的な借金になっていないからです。国際的な借金になっていれば、対外純資産残高が世界一になっている余裕などありません。日本の国債は、日本国内で購入されているからです。ただし、その購入先の最大顧客は日本銀行だということは、ちょっと問題ですが、この件は、また別途違うコンテンツにて説明します。現状は、日本銀行が購入していても、世界が認めているので OK としましょう。日本国内で大半の日本国債が円で購入されているので、国際為替上の円の価値に対して影響を受けないメリットがあります。つまり、外国人が購入している日本国債を大量に売却されれば、日本の持っているドルが吸い上げられるので、大幅な円安要因になります。これは、日本への信用不安が発生すれば起こることですが、安心してください。
日本の国債はほとんど日本国内で購入されているので、そういうことは起こりません。このように日本は対外純資産保有額が世界一ということで、経済力があり世界的信用を得ています。3. 日本の今後。まず日本の国際貿易収支をマクロ的に見ましょう。現状エネルギー輸入額は全体の 36% を占めていて赤字気味ですが、2030年頃には日本はエネルギーを自給でき、輸出も可能になる予想。また、ものづくり日本が復活し、先端半導体関連、レアアース及びその関連製品等が自動車とともに輸出され、国際貿易収支も黒字化間違いなしになり、対外純資産額世界一を永続的にキープできるでしょう。貿易を盛んにさせるため、RCEP、TPP、PEU 等の経済協定を最大限に活用し、相手国とウィンウィンの関係に。また、対外純資産額世界一の国として、東京をアジア最大の金融センターに成長させていく。基軸通貨ドルと仲良くしながら、最大限に円を世界2番目の基軸通貨に。各詳細は下記参考コンテンツご視聴いただければなるほどとなります。衝撃2030年日本はバラ色。日本は経済が停滞していたが2030年に向けて他分野で花開く技術革新が目白押しで、その結果により日本はバラ色。5年50年後の日本の姿は。日本経済は停滞していたが、ここから5年後10年後に起こることで日本が変わることを具体的に示している。5年後10年後の太平洋を囲む国の姿は。5年後10年後の日本の変化する姿をウィンウィンで環太平洋諸国と分かち合おう。衝撃ニュース速報。10年後の世界情勢。10年後従来の日本のマスコミが言っているような日本と西側諸国の停滞は起こらず、日本と西側諸国が世界をリードする。RCEP、TPP 日 EU 経済協定の今後を徹底解説。日本は多品目で輸出品が増えるので、経済協定をうまく使って海外とウィンウィンの相互貿易を拡大させよう。東京をアジアで一番の金融センターに。2030年は日本はバラ色になるほど経済貿易は好調になるので、東京をアジアで一番の金融センターにして、輸出、輸入、貿易拡大とリンクして金融面も拡大させよう。世界経済の未来。ドル体制現状と未来。ドル体制は安泰。日本は上手にドル体制のもと貿易をし、着々と円を世界で2番目の基軸通貨にしよう。4. 最後に、当チャンネルはより良い日本の未来創造を願ってをテーマで発信しております。日本の未来とはウィンウィンで進みますので、世界の未来は同等です。取り上げるべき取り上げてほしいテーマ、何か意見がありましたらコメント願います。ありがとうございました。もし役立ったと思われたらチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの人生がより豊かになることを願っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。